ガーレリの水性塗料教えます。プラぼっち研究所。皆さんこんにちは。プラぼっち研究所の所長です。今回は以前こちらの100式のキャンディ塗装の際にエアブラシと水性塗料を提供していただきましたガーレリさんよりまたこちらの水性塗料の提供をいただきましたってことで案件動画です。ちょっとどんな製品なのか説明しつつ実際に使ってみようという動画です。前回の100式の塗装の動画では製品の紹介というよりもあくまで100式のキャンディ塗装をするっていう方がメインでしたので、あんまり塗料についての説明をしてなかったので、今回はその辺をもう少し詳しく解説して使っていこうと思います。動画の全体の流れとしては、ガーレリのカレイドカラーワークスがどんな塗料なのか説明、塗装の実演、気になった点や注意事項、まとめとお得に購入できるキャンペーンの紹介、このような感じでいきます。案件ということでこちらの塗料をもらってるんですけど、まあ普通に好き勝手いいところ悪いところは素直に語っていくつもりです。そしてもうこちらの塗料を買うことが決まっている人はぜひ下の概要欄の URL から購入してください。クーポンコードが適用されているので 10% オフで購入できるのと、私にお小遣いも少しばかり入るみたいです。それでは行きましょう。はい、まずガーレリさん、今回も提供ありがとうございます。とはいえ忖度なしで紹介させていただきます。まずガーレリさんのカレイドカラーワークスっていう水性塗料、どんな塗料なのかっていうと、水性エマルジョン系の塗料です。おそらくですけどクレオスのアクリジョンとかと同じタイプの塗料だと思います。溶剤に水を使っているので無毒無臭であるっていうのが大きな特徴となります。それでは早速開けてみましょう。オープン。説明書。説明書じゃなくてこちらの塗料のカラーチャート表ですね。基本色の24色セットとメカカラーという、主にメカに使ってくださいねっていう24色のセット。そしてオートカラー。こちらは自動車とかに使えるようにメタリックの色なんかも入った24色。そしてメタルカラーといって全部金属のものが12色。他にも塗料の色あるみたいですけど、基本的にはこちらの色となるみたいですね。裏面はこんな感じで、いろんな言語でこちらの塗料の特徴が書いてあります。日本語での説明もありますね。要約しますと、有機溶剤を含まない配合で無毒無臭であるっていうこと。あとは塗料の粒子が細かくて綺麗な塗膜を作ることができる。あとは調色なんかもできますよということが書いてあります。はい。そしてこのカラーチャートの下にこちらの24種類の塗料とシンナーなので薄め液とクリーナー洗浄液が入っております。いやー豪華なセットですね。はい、そしてこちら先ほども言いましたが無毒無臭であるっていうことの特徴と、すでに希釈済みなのでそのままエアブラシに注げばすぐ使えます。容量は1瓶あたり 20ml となります。希釈率を考えなくていいのも初心者の方にとってはありがたいポイントですね。そして色なんですけど、ちょっと分かりやすいんで外箱で説明しますけど、こちらの24色が入っております。おそらくですけど、ガンダムを意識したカラーなのかなっていう感じはしますね。この辺の4色使えばガンダム RX78 の2のガンダム作れますし、この辺はザクとかドムとかの色ですかね。赤っぽいこの辺の3色、これはシャアとかの色ですね。そしてこの辺はグフとか、初代ばっかの説明で申し訳ないですけど、このセットがあればガンプラ作ってるよっていう人だったらほとんどの色に対応できると思います。そしてまた説明書の方を引用するんですけど、塗料の乾燥時間は表面乾燥は5分から20分、24時間で基本的に硬化し、1週間後には最高の塗膜強度が得られますとのことです。はい、そしてこちら1週間以上乾燥させてるんですけど、確かに塗膜強度は結構強めな方なのかなっていう感じですね。竹串で引っかいても、パッと見の傷は全くつかないぐらいです。と説明はこのくらいにしておいて、早速こちらを使って塗装実演していきましょう。はい、塗装ブースにやってきました。
それでは早速塗装していきましょう。こちらの赤色が綺麗なのでブライトレッドですね。こちらを使っていきたいですね。ガンダムベースで買ったクロスシルエット SD のガンダムがちょうど塗装してない状態でありましたので、こちらの縦を塗ってみましょう。まずは塗装しやすいようにパーツを分解します。そしてこちらのシールドをこちらの元々のガンダムの色になるように今回塗装を行っていこうと思います。パーツの裏面を持ち手棒で挟みます。そして今回ガーレリの製品を使うんで、エアブラシもガーレリの製品モビウス 0.2mm 口径のものを使っていきます。そして塗料なんですけど、カップに注ぐ前によく振ってください。そしてこの時に縦振りだけじゃなくて、下に塗料が溜まってる、かつ下に攪拌するためのボールが入っているので、そこでボールを動かすような感じでこのように横にも振っておきましょう。はい、30秒ぐらい振りましたので、早速カップに塗料を注いで塗装を行っていきましょう。そして先端も塗料カップに注ぎやすい形になっているので非常にやりやすいですね。そしてここで注意点なんですけど、塗料カップに出しすぎてこちらの塗料が余ってしまうと、塗料瓶に塗料を戻すのがちょっと難しい構造になってるんですね。なのでちょっと出して塗る、で足りなくなったらまた次出して使うっていうやり方がいいんじゃないかなと思います。はい、それでは塗っていきます。いや、非常に発色がいいですね。濃い青色の上に塗ったんですけど、軽く拭くだけでしっかり塗料の色になってます。塗ってみるとこんな感じ。塗った直後の光沢感はこのような感じですが、これがどうなるのか10分20分乾燥させて表面の具合をまた確認してみましょう。はい、それでは乾燥を待っているまでにこちらのシールドの星の部分、こちらも、黄色ブライトイエローで塗っておきましょう。で一応このシールドなんですけど、ここの星の部分は黄色でそれ以外はホワイトなんですね。なので星の部分をブライトイエローで塗装してからここだけマスキングして、この辺も多分黄色になっちゃうんで、この黄色で塗った上をまたホワイトでリカバリーしていくっていう感じでこちら作っていきます。それではカップの洗浄を行いましょう。はい、使うのはこちらのカレイドカラーワークスのクリーナー洗浄液ですね。こちらを使います。こちらをカップに注ぎまして、そしてエアブラシ先端を指で押さえまして、エアを逆流させて塗料カップをブクブクさせます。こちらの作業を通称うがいと言います。はい、でエアを逆流させてるだけなので指には塗料は出てきません。こちらのうがいを何度か繰り返してカップをきれいにしていきます。3回うがいしまして、無色透明、ほとんど無色透明な泡になったので、続いてイエローで塗装していきましょう。同じように底でボールをかき混ぜるように塗料をよく振ります。そして今回はおそらくちょっとしか使わないんで、数滴垂らすぐらいにしておきます。1、2、3、もうちょっとかな、4、5、絶対足りないと思いますけど、ちょっとずつ継ぎ足しでやっていきましょう。私ちょっと貧乏症なんでね、動画でも関係なくこんな感じでやっていきます。はい、それではこちらの黄色の星の部分めがけて吹いていきます。で離す距離はだいたい15センチから20センチぐらい離して吹いていますね。はい、塗ってみるとこんな感じ。この星の大きさだったら5滴で塗れましたね。そしてちょっと狙って吹きすぎてしまったので、若干液だまりのような感じに塗ってしまいましたが、
これも実験ということで、これが乾いたら実際にどのような感じで固まるのかっていうのも一緒に確認してみましょう。それではしばらく放置させて乾燥します。そしてここで洗浄についてちょっと伝えておきたいことがあるんですけど、こちらのカレイドの塗料、専用のこちらのクリーナーじゃないと落ちづらいです。いつも私はラッカー塗料で塗装するときはこちらのガイアノーツのツールウォッシャーで洗うんですけど、このツールウォッシャーだとなんか塗料がこううまくね落ちないんですよ。ちょっとお見せします。まず適当な平皿に塗料をじゃあ1滴2滴、こちらにも塗料を1滴2滴。じゃあまずカレイドのクリーナーからこちらに洗浄液を注ぐと、はい、このようにね、さすがにこうなるだろうっていう感じで溶けるんですけど、はい、こちらのツールウォッシャー、こちらを使うとですね、はい、今結構注ぎましたよ。結構注ぎましたが、はい、このように塗料がこう固まってしまうというか、うまく溶剤と混ざってくれないんですよ。なのでカレイドの塗料を使うときは洗浄液持ってるから買わなくていいやっていうのじゃちょっとダメで、こちらのクリーナー、こちらも用意する必要があることは覚えておいてください。はい、で一応お試しで、こちら水道水なんですけど、まだ水道水の方が、はい、このように塗料は溶けやすいです。先ほどのツールウォッシャーに比べてこう塗料が溶けていきますね。ただ水道水はちょっと揮発しにくかったり、このエアブラシの中にずっと残っちゃったりすると錆びとか悪さをすることがあるので、エアブラシを水道水で洗うのはちょっとおすすめしないですね。一応こちらのエアブラシはこのように分解できますんで、分解して塗料カップだけを水道水で洗ってしっかり乾燥させてからまた戻すとか、そういう感じの洗浄だったら水道水でもいいかもしれません。ただこちらの塗料も乾いてしまうと耐水性があるので、果たして乾いた塗料がどこまで落ちるのかっていう話はありますけどね。はい、ということで20分ぐらい経ちまして、撫でるぐらいだったら塗料が手につかない程度には乾燥しました。ただこうペタッと触ってしまうと、ちょっとまだ中は乾いてないかなっていうような表面の具合です。ただ表面の方は乾いてそうですね。そして今回使ったメカカラーは光沢なので、はい、このように塗装ブースの LED の粒が反射しているのがわかるんじゃないでしょうか。はい、そして塗膜も結構綺麗な光沢面、つるっとした感じが出ています。例えるならみかんぐらいですかね。ラッカー塗料に比べると光沢感は若干劣るんですけど、この上にカレイドの光沢クリアを吹いて研磨剤で磨けば同じような光沢感は出せるとは思います。それにしても注ぐだけで使えますので、希釈率で失敗しませんし、片付けも楽でいいですね。あと塗料の隠蔽力も結構強いかなという印象はあります。そしてこちらのイエローはちょっとまだ乾いてないので、もうしばらく放置させます。この辺を触るとですね、はい、指紋がべったりついてしまって取れないですね。手垢じゃなくてちゃんと指紋がペタッとスタンプのように押せるぐらいまだ塗料が柔らかいです。もうしばらく乾燥させましょう。はい、あれから1時間ぐらい乾燥させました。さっきは結構目立ってダマになってたんですけど、いい感じに馴染んだんじゃないでしょうか。触ってみても指紋とかはつかない状態になりました。それではこちらの星マークにマスキングしていきましょう。はい、ちょっと大雑把ですがマスキングしてきました。この上からホワイトを吹いていきましょう。はい、使うのはこちらのクールホワイトを使っていきます。カップに塗料を注ぎます。注ぐというよりも今回も少なくていいんで5滴ぐらいにしときましょうか。5、ちょっと少ないな。もう5滴入れます。1、2、3、4、5、10滴ぐらい入れました。
これでもちょっと少ないかもしれないけど、足すのは簡単なのでこれでやっていきましょう。はい、それではこの黄色がどのように消えていくのかご注目ください。それではいきます。今ちょうどなくなりましたが、だいたい塗れましたね。こんな感じ。ちょっとこの辺まだ黄色が残っているので、もう少し重ねて塗っていきます。裏面の塗ってない方のホワイトはこんな感じ。ひっくり返すとこのような感じですね。それでは重ねて塗っていきます。で言ってなかったですけど、本当にこの塗料ね、無色じゃない、匂いがなくてすごい快適ですね。ご家族がいる方でも匂いで苦情が入ることはないと思います。それぐらいね、本当に匂いがしません。はい、塗ってみるとこんな感じ。この辺さっきまで黄色がちょっと残っていたんですけど、完全にホワイトになってくれましたね。はい、それではしばらく放置させて乾燥させていきましょう。はい、20分ぐらい乾燥させました。だいたい表面は乾いてますね。マスキングテープの方を剥がしていきます。はい、剥がしてみるとこんな感じ。綺麗に色分けされました。ただ黄色の乾燥時間がちょっと足りなかったせいで、ちょっとこのテープ跡というか若干剥がした跡が残ってしまいましたね。やっぱりラッカー塗料の感覚でいくと乾燥時間が足りないと思いますので、大丈夫かなって思ってもさらに乾燥時間を取った方が安心ですね。ちょっとこちらリカバリーするために光沢クリアをちょっと吹いておきましょう。はい、同じくカレイドのトップコートですね。グロスなんで光沢のトップコートです。はい、これによってマスキングの剥がし跡をリカバリーできます。再度乾燥させて表面具合を確認していきましょう。はい、20分ぐらい乾燥させました。いい感じにマスキングの剥がし跡なくなりましたね。はい、これにて塗装完成です。それでは組み立てをしていきます。組み立てとは言ってもこの2つのパーツをはめ合わせるだけですけどね。よいしょ。はい、完成です。はい、このように塗膜が光沢なので、はい、このように墨入れしても滲んでいかないので作業性もいいですね。艶消しにしたければ墨入れをした後にトップコートの艶消しを吹けば OK です。というわけで以上、ガーレリのカレイドカラーワークスの実演でした。最後に気になった点と注意事項をお話しします。まず総評として非常に使いやすい塗料だと思います。すでに希釈済みですし、こちらの塗料ボトルもカップに注ぎやすいですしね。何より匂いが全然なくて毒性が低いのも良いです。ただ気になった点としては、ちょっと乾燥に時間がかかってしまうことですね。今回のようにマスキングする塗装の場合、1時間ぐらいの乾燥でマスキングしてみると、マスキングの跡が少し残ってしまいましたね。そして注意事項なんですけど、途中でもお話ししましたが、ラッカー用のツールクリーナーだと綺麗に塗料を落とすことができないということです。塗料だけ購入してツールクリーナーは家にある適当なものを使おうって考えていると、エアブラシが全然洗浄できないのでちょっと困ってしまうと思います。こちらの24本入りのセットや12本入りのセットを買えばツールクリーナーは付属してきますが、塗料単品購入の場合は注意してください。はい、ガーレリさんのカレイドカラーワークス実演レビューしてみましたがいかがでしたでしょうか。希釈済みでカップに注げばすぐ使えますし、
匂いもほとんどありませんので、これからエアブラシやってみようかなっていう方におすすめの塗料となっております。あとはラッカー塗料を使っていて、ご家族の方への匂いとか汚れとかちょっと気にするなっていう方にもおすすめです。本当に匂い全然ないんで、普段ラッカー塗料を使ってる私からすると結構びっくりしました。そしてこの塗った後の質感もですね、全然爪で引っかいてもめくれたりスクラッチ傷みたいなのもつかないですし、強度もあって発色も良くてかなりいい質感に仕上がりました。そして現在ガーリリさんの公式ホームページでこちらの商品をお得に購入できるキャンペーンをやっておりますので、ぜひこの機会にご購入ください。下の概要欄にある URL から購入していただくと、なんと 10% オフで購入できます。今回紹介したこちらの塗料セットだけでなく、エアブラシなんかも 10% オフで購入できちゃいます。それだけでなく、私に少しお小遣いも入ります。一石三鳥ぐらいありますね。まあ私のところじゃなくても応援したい YouTuber さんのところで買ってもらえれば OK です。はい。てなわけでこのチャンネルではガンプラをはじめとした役立つ情報や全塗装動画をアップしております。この動画が良かった、次の動画も気になるなという方は、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンで応援よろしくお願いします。この動画が悪かったという方も次回に期待を込めてということで高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。また動画の感想や質問などありましたらコメントくださると私が喜びます。最後までのご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。プラぼっち研究所よりお届けいたしました。プラぼっち研究所